せっちゃん。ちなみにせっちゃんこれ何のキャラ？プリキュア？あ、プロセカか。でも、もう俺が言いたいことわかるんじゃないのかな？せっちゃん。探検キャラを描くんだったらそんなに似てないですかね？おう、似てねえわ。おう、びっくりするぐらい似てねえわ。初心者はな、これも呪いやな。似てると思えんねん。すっげえ似てると思えるやろ。おっしゃ、劇薬をあげよう。この子やんな。じゃあ、これをな、顔と同じ大きさにします。はい。言えるか？はい。劇薬です、これが。せっちゃんどうや？いくらでも注射しゃるで。治った？いや、こういうことなんよ。いや、せっちゃんはね、いいよいいよ。ほんとな、やってる本には似てると思うねん。でもね、これをやりなさい。絶対に。絶対にやった方がいい。似てないねん。もう全く似てないねん。これは、俺も仕事で何回もやんねん。例えば、ファイアーエンブレムとかのお仕事もらった時とかもあるねんけど、絶対俺これやってんねん。自分で似てると思って書き上げたところで全然似てないから。液タブの書いてる画面の真横？いや、画面の真横じゃないよ。画面の真横でも遠すぎる。もうね、こう。常にこう。常にこう。これぐらいじゃないとダメ。置くならずっとこう。ずっとこう。この真横に振り向くこれだけで、もう情報遮断されて持てる。こう。で、何度もこうやって、その元のキャラのこのバランスを覚えんのよ。だから、顔の大きさに対して、髪の毛はもう半分ぐらい占拠してんねん。髪の毛半分占拠したぐらいの下に目があんねんな。これで覚える。根気よく覚える。でもこれで覚えたらもう書けんねん。で、これにした途端に可愛くなんねん。これが美人の法則。いくらでもやったんやねん。トレスっぽく、はい、オッケーオッケー、はい、はい、トレスっぽくなりそうで。はい、もうオッケー、はい、聞きました。はい、もうそんなもう二度と、もうトレスっぽくしていいって。そんな甘くない。で、もうやってみろ、マジで。トレスっぽくやったらね、それはもう作品やねんて。やってみ。トレスもできひんやつ。この中で、マジでトレスしたやつがおんねやったら、やってみたらええわ。このままトレスして書いてみたらええわ。それでも全然うまくいかへんから。この部分とかさ、トレスしたところでみんなどうやって表現するの？いや、こういう部分とかさ、どうやってトレスすんの？教えてほしいねんけど。線はトレスできるかもしらへんけどさ、こういうグラデーションのとことかでどうやってトレスすんの？お聞きしたいんですが、ほんと。やってみよ。このままそっくり描けるんやったらやってみ。無理やから。絶対に無理。マジでやってみろって。で、何度も言うよ。模写っていうのはこれレベルね。はい。いやー、タイツクロくん頑張ったな。はい。模写。これが模写。これと同じことやれって言ってるからね。俺の言ってるトレスってこれやから。トレス指摘やっていうことこういうことやから。これで勉強にならへんとか言ってみろ、マジで。これが模写やから。真のトレスをやってみろ、マジで。勉強にならへんはずがないから。これを誠にトレスしてみなされ。トレスになるか心配でって。そんな甘くないよ。何度も言うで、探検キャラクターを描きたいのであれば、本人の顔のバランス、顔ってのが全部な、全身のバランスに合ってないとダメ。明かりが足らなさすぎんねんで。この顔全体取りました。この間の前髪からここまでは何割ぐらいなのか。一つの頭の分けて大体何割ぐらい占領してるのかと。こんなんを徹底的に掴んでいくのよ。目の大きさ1個書いたんだったら、この目の1個の大きさに、この幅やと1、2、3と、いう感じではめていくと。で、この3個分になったやつの2個分ぐらいなわけやん、これ。3等分したら、だいたい6割、7割ぐらいは、この髪の毛の長さなわけよ。じゃあ、頭に測ってみましょう。もうそれで今算出できたやん。数学よ、数学。足りてないでしょ。気に割合を測るとって言うけど、何回も言ってるけどな。何回も言ってっけどな、ほんと。キャラクター全体の割合を取れって、俺はもう一番最初からもう口つっぱく言ってますけどね。皆さんに、何度言ってるのか。何度も言ってますよ。まず、模写しろやと。絶対に模写して、割合を把握しろと。もう何度も100回以上言ってるよ、これ。似てなかったら用済み。似てるってのは、あくまで最低限必須なこと。似てるの当たり前やの。これはみんなできなきゃいけないの。このラプちゃんがこれをしてるとこみたいのよ。これ偽物やねん。みんなが見たいのは、このラプちゃんがこれしてるの。
これはミミッキュくんの想像のラプちゃんがやってるだけ。そうじゃないの。ブブブブーブブブブブブブ。根本的な問題。初心者はこれが分かってない。版権イラストで伸びないやつはこれが分かってない。だからプライドを持つなって何度も言ってるよ。プライドを持ってるやつは伸びひんよっていうのもこういうこと。で、上手くならんやつっていうのはプライドを持ってるやつ。こういうこと。じゃあこれがな、単純に頭伸ばすやろ？今6割ぐらいが頭の大きさってなるやろ？じゃあこれ伸ばすやん。伸ばしただけでちょっとラプちゃんになるやん。今これ横に並べるで、このラプちゃんを。この通りに書いてみた絵だけ伸ばしてさ。ここを伸ばして、つなげて、ほらもう色も違うやん、全然。何の色を見て描いたんか分からへんけど、色も違うやん。本当に見たかってぐらい色が違うやん、もう。ほら見てみ、この髪の毛の部分かってさ。全然違うやん。こんなとこついてないやん。ラプ様こちらやん。ほんとこっち側についてるやん。ええ加減にしてほしいね。もう、結び目も違うやん。これでよく見て描いたなって言うな。ほんまにキャラ好きな。何度も言ったるわ。これ、キャラ好きなの。私、このキャラ好きなんです。ファンアートなんです。ファンなんです。結び目違うけど。角のカーブも違いますけどってなってくんねんけど。別の神絵師のラプちゃん参考にしました。なんかもう、本末転倒じゃないで、これはファンアートなんか。ファンアートじゃなくなってきたで、それ。今パッとさ、横に置いた俺がさ、今こんな似てる感じのラプちゃんが描けねえで、これ。これ何やったんやこれ。ほら。一部ちゃんと見て描いただけでこうなの。頼むからね。やめて。怪我すの。ほんと。版権キャラを描いてるんやったら、ちゃんと本気をね、リスペクトしてほしい。目標高く持ちすぎて自分の実力とのギャップで苦しいです。何？目標高く持ちすぎ？なんで目標と自分の実力って一緒になるの？ならんくない？冷たいことでもないでこれ。おかしくない？目標と実力ってなんで一緒になる？これと比べるから苦しいんやろ？それを比べるのが間違ってるから。間違ってるって認識できたら苦しくならないよ。比べるからダメなのよ。結局な、落ち込むとかってのは自分のちっぽけなプライドなせいなのよ。全部自分のちっぽけなプライドばっかりなのよ。資料も調べない。本家と比べない。他の人の絵は真似ちゃいけない。資料は少ない方がいいとか。これ全部、嘘しょうもないプライドなんばっかなのよ。こんなん投げ捨ててしまいらねえから。イラストレーター、プロになるまでプライドはいらない。全くもっていらない。これは、プロになってようがいらないと思ってるぐらいいらない。てか、ゴブリンの癖してよ。何プライド持ってんだ。逆に苦しいとかにはやっていることのレベル下げた方がいいですね。やってることのレベルって何？怠けていると頑張りすぎの境目って何だと思いますか？怠けていると頑張ってるの境目。怠けてるのは自分が一番よくわからへん。怠けてるってな、怠けてると思った時が怠けてるんだわ。怠けてるってのは、今自分怠けてんなって思う時が怠けてるん。あまりにも余裕ができすぎたん。あまりにも A 以外のことを考えることが増えすぎたせいで、あれ？俺、今怠けてるんじゃねって考えに至った時が怠けてるってことや。俺の経験上やけど、なんかやってる時に全く思わへん。そういうとこって。必死にやってる時って。何にも思わへん。自分の絵が好きだから思ったより評価されないと悔しいんです。またさ、一緒にしてるやん。評価と自分が好きかと評価ってのは一緒になりません。これも一緒。絵が好きなのと評価ってのは比例しません。これを勝手に比べてるから落ち込んでんねん。評価と自分の好きなのは違う。一緒にしてるからあかんねん。自分でイラストの改善点や問題点を見つけられているうちは添削指導をお願いして頑張った方がいいでしょうか？添削を何の目的かやん。そうなんだ。イラストの改善点や問題点っていうのは別に自分でそんなん毎日やることや。添削ってなんなんや？自分でじゃないでしょ。添削でやってほしいことって自分で見つけられる点を探してほしいの。この人、添削で俺が問題としてるところを言ってくれるかなって言って添削してもらうんか？おかしくないかそれ。この人、俺は目が間違ってると思うんだけど、この人、目の指摘してくれるかな？してくれた！やった！そんなんあるか？そんなん求めてるやつおらんやろ。自分でもわからんところを指摘されたいから添削持ってくるんちゃうんかい。わけのわからん質問するね。ララ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 
ララ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 ラ殺そう